久しぶりの松本城ですね。松本城に帰ってきました。再びこの松本城で和風建築をしていきます。久々の松本城ですが、他の動画を撮っている間も少しずつ整地を進めていました。総堀に水も入ってだいぶ土地が広くなってきましたね。というわけで、今回は三の丸の外、下級武士たちが住んでいたエリアに拝領屋敷を建築します。本丸から見て南西のこの場所、ここに下級武士の武家屋敷を作ります。建材が置いてある作事所から遠い場所なので、今回はこの通り材料も一通り持ってきています。早速作っていきましょう。まずは基礎からですね。安山岩のハーフブロックで基礎を作ります。頭皮の葉っぱが塀の目安なので、この内側に基礎を作っていきます。母屋の基礎は犬走りを入れると 21×18。柱が立つ予定の場所に光源を入れながら母屋の基礎から作っていきます。母屋の基礎ができましたね。母屋に接続される炊事場の基礎は 12×9。母屋と重なっている部分を除いて 12×6 で炊事場の基礎も作っていきましょう。下級武士の屋敷は畳敷きの部屋が2つから3つ、それに板間と炊事場、土間がある建物が基本だったようですね。柱を立てていきましょう。皮むきダークオークの原木を5本光源の上に重ねていきます。柱と柱の間に梁を作ります。まずは4段目の高さに低い梁を作っていきましょう。居室がある部屋を囲う梁は5段目の高さで作ります。床が入る場所の柱は1マスずらしておきます。床の骨組みも合わせて作っておきましょう。部屋の天井を支える格子状の梁を6段目に作っていきます。建物に対して水平に置いているので、すべて梁と呼んでいますが、屋根の一番上に置く棟木と平行方向のものは本来桁と呼ぶのが正しい呼び方なのでご注意を。梁ができましたね。壁を作っていきましょう。梁に合わせて2マスの高さで漆喰。漆喰の下に原木を置く形で壁を作っていきます。原木の下にも漆喰を置いておきましょう。漆喰を置かなかった場所は通気口ですね。柵を置いておきます。壁もあらかたできてきたので、部屋割りに合わせて床を支える骨組みも作っていきましょう。
梁の高さまで壁ができましたね。壁を高くしながら天井を作っていきます。建物の両サイドの天井は少し低くするので、傾斜をつけながら隙間を壁で埋めつつ天井を作っていきます。居室の上は漆喰で高さを上げつつ、頭皮のハーフブロックで天井を埋めていきます。天井ができましたね。というわけで床を作っていきましょう。玄関と炊事場を含めた土間の部分に安山岩を重ねて置いていきます。統合板はハーフブロックが光を通します。こうすることで柱の下に置いた光源の光が室内にも漏れるようになっています。来客を迎える取り次ぎは板間で作ります。基礎の高さを土間と合わせておきましょう。改めて床を作っていきましょう。取り次ぎから奥に続く部屋は次の間です。ここは段差のない畳の部屋にします。次の間を抜けた先にあるのは屋敷の主人の部屋、座敷です。この部屋は床に畳を敷く形で作ります。というわけで床から作っていきましょう。押し入れと床を作ります。板の間の床は裏に凹凸ができるように作っておきましょう。床の壁は3段漆喰で作ります。背面の壁も二重にして壁を作っていきます。隙間をハーフブロックで埋めて床の完成です。床ができましたね。居室と庭をつなぐ縁側を作っていきましょう。板張りの縁側を高さハーフ分下げて作ります。最後に居間を作っていきましょう。ここちょっと狭いかもですね。炊事場にかまどを作ることを考えると、柱1本分広げておきましょう。母屋との接続部分なので、あまり建物全体に影響は出なそうなので、ちょっとだけ修正しておきます。気を取り直して居間の床を作っていきましょう。この部屋は板間にします。居間と炊事場をつなぐ板の間を作って、建物の床は完成です。梁も直しが必要
ですね。床もか。いろいろありましたが、建屋ができたということで、屋根を作っていきたいと思います。屋根を作る前準備として、まずは天井に光源を仕込みます。クォーツをハーフブロックにしても見えない場所があるので、部屋と部屋の間の梁が交差している場所に光源を仕込んでいきます。これで天井の湧きつぶしができたので、屋根を作っていきましょう。今回作る屋根は傾斜の緩い屋根。たるきから作っていくのですが、1.5 マス進んでハーフ上がる傾斜の屋根を作るので、たるきはハーフブロックで作ります。今置いたたるきの上に上向き階段を置いていきます。上向きの階段の先にハーフブロックを置いていきます。上向き階段の裏側に裏打ちを兼ねて下向き階段を置いたら、柱を上に1本伸ばしておきます。ハーフブロックで間を埋めて、ここにも柱を立てていきます。こんな感じでこの段は屋根を作っていきたいと思います。次の段の屋根は下向き階段から伸ばしたハーフブロックが裏打ち。そのハーフブロックにさらにハーフブロックを重ねて屋根を作っていきます。隙間にはクォーツを入れておきましょう。これで 1.5 マスでハーフ分上がる傾斜が作れましたね。屋根と壁の隙間を埋めながら屋根を作っていきたいと思います。この屋根の形は古代ギリシャでも作った緩い傾斜の屋根、木製版ですね。柱がある段では柱を伸ばしながら作っていきます。屋根がいい高さになったところで、屋根を支える梁も作っておきましょう。屋根が出来上がりました。仕上げに原木がむき出しになっているところに深層岩のハーフブロックを置いていきます。石で板を固定する板吹き石置き屋根ですね。並べた石が落ちないように勾配がなだらかな屋根で、江戸時代初期、針金や釘があまり使用できなかった時代に、風で屋根板が飛ばされないようにと、この石置き屋根が使われていました。炊事場の屋根も作っていきましょう。母屋の屋根よりも下に入るように
作ります。こちらの屋根はバランスを考えて西側の傾斜が急になるように作っていきます。御殿を作る際にも小さな建物で同じような屋根を作りましたね。西側の階段ブロックに合わせて南北の屋根の傾斜を作っていきます。今回は同じ種類のブロックなので、組み合わせを考えずに屋根と屋根が接続できていいですね。母屋から伸びるような建物の屋根の傾斜はやはりこの形が美しいです。炊事場の屋根ができたので、炊事場の天井も作ってしまいたいと思います。屋根がうまく隠れるように天井を作ります。屋根に合わせて傾斜もつけて作っていきましょう。建物はだいたい出来上がりましたね。ここからは装飾をしていきましょう。まずは炊事場からかまどを作ります。焚き火を置いて丸石で囲っちゃいましょう。丸石の階段とハーフブロックを使ってかまどを仕上げていきます。炊事場の周りの基礎を高くしておきましょう。煙出しの窓はトラップドアを置いておきます。障子や襖は引き違いに見えるように置いていきます。こちら側も同じように置いていきましょう。取り次ぎと玄関の間にはマイラドを作ります。玄関から土間に続く通路の仕切りは片開きの板戸にしておきましょう。座敷には掛け軸を置いて、押し入れにはチェストをしまっておきます。炊事場に物掛けをつけて、室内の装飾も完成です。塀を作っていきましょう。塀の1段目と2段目は黒樫しの材木。3段目にクォーツを使って木塀を作っていきます。塀のモデルは松本市に残る高橋家を参考にしています。塀の後ろには控え柱も置いておきましょう。塀の空いてる部分に門を作っていきます。
高さ2段のこじんまりした門ですが、垂木をつけてちょっとだけ豪華にしていきたいと思います。ここの屋根もラークウォークで作っていきます。というわけで、今回は松本城に戻ってきて武家屋敷を作りました。いかがだったでしょうか。いつかやるであろう記念配信では、この建物をベースに武家屋敷を乱立したいと思います。次回は北側のエリアを紹介しつつ、北側にも何か建物を建てる予定です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。